これちょっと中に入ってるかもしれないから見てみる。これでこうだ。よいしょ。イエーイ。どうも、ちぬこチャンネルです。2年前に公開したうなぎの穴釣り動画が400万再生を突破しました。いや、すごいね。たくさん見ていただいてありがとうございます。今回は全く同じポイントで、まだうなぎが釣れるのかどうか調査してみます。この場所は住宅街を流れている用水路なんですけど、パッと見の風景はね、ほとんど変わってないですね。まだいるのかな。仕掛けは簡単。穴の開いた棒、糸と針、それだけです。針先にミミズをつけます。こんな感じで体に通し刺し、そしたら棒に引っ掛けて穴の中に突っ込む。やってみよう。それ。穴が住処になってるから、ちゃんと目の前に餌が来たら反応してくれるはず。どんどん探りながら歩いていきます。雨が降るとね、うなぎが活性が上がって移動して穴の中にも入ってくると思うんですけど、最近ちょっと雨が降ってないからな。どうだろう。あ、なんか当たった。なんか当たったよ今。あ、これカニっぽいかも。ちぎれちゃう。もう一回行こう。お、カニだ。あ、なんかいる。なんかもぞもぞする。お、切れちゃう。カニだな多分。おー、びっくりした。カニですな。こうやってちぎれてくるのはカニだ。すぐなくなっちゃう餌が。めっちゃカニ多いな。前回来た時よりもカニが多く感じる。ここめっちゃいそう。よいしょ。あ、なんかいる。なんかいる。今動いて、持ってかれる、持ってかれる。紐ごと持ってかれる。紐ごと持ってかれるって。これ、これ絶対そうじゃない？ちょっと。今めっちゃ引っ張り合いです。これはカニじゃないよ。うわ、やばい。綱引き状態。糸切れるかもしれん。弱らせるしかない。泣きちゃいました。めちゃくちゃ引っ張ったね君。そんなに大きくはないけど君もうね、カニと全然違います。すぐわかる。パクッと加えたら絶対に離さない。離すのはカニで、離さないのがうなぎちゃん。いてくれました。嬉しい。2年ぶりの再会だ。やりました。1匹目。はい、釣れたうなぎはこういうね、ネット状の袋に入れるといいです。釣り具屋さんに売ってます。よーし、別の穴も探ってみよう。魚出て、あ、テナガエビか。君テナガエビじゃん。ほら、ここにテナガがいます。テナガがでかいよ結構。あ、こっからもテナガ見えてた今。ほら出てきたさすがにうなぎの穴にテナガは一緒にはいないかな。あ、当たり。当たり。引っ張られます。結構引っ張られる。これはカニじゃないでしょ。これはカニじゃないでしょ。よし、切った。おいで。よし、やったやりました。2匹目。うわ、入って。よーし。やっぱりいたんだね、この穴に。ありがとう。よいしょ。なんか食った。びっくりした。食ったっていうか顔見えたよ今ただ食い込まなかったみたい。うわー、持ってった針がかりさせる。めちゃ待ってたみたい。これは
これはかかったんじゃないか。あー、取られた。うわうわ持ってった持ってった。食べてる、絶対お腹空いてる。あ、よし、かかったっぽい、かかったっぽい、かかったっぽいよ。よし、ほらほら出てきた、ほら出てきたよ、出てきた、スポーンやった来ました、やったやった3回目ぐらいのチャレンジでやっと針掛けすることができました。やったぜ。よーし、3匹ゲット。はあ、嬉しい。めっちゃ面白いね、やっぱりこの釣り。日中にうなぎが釣れるってなかなかない状況だと思うんですけど、それが目で確認できるのと、あとそれからスポンって抜ける感じが気持ちいい。すごい楽しい釣りです。嫌だってば、ごめん嫌か、ミミズ美味しいのに。びっくりした、鯉、目の前通ってった鯉がびっくりした。はあ、びっくりした鯉、目の前通ってた。はあ、はあ、ここ通っていってよ、ここフィュって。こんな狭いとこ通らなくていいのにねあ、なんかパイプみたいな筒みたいなのある。なんか長いやつ、誰かの仕掛けたやつじゃないかもな。シンプルなハイパイプ。ほら、これちょっと中に入ってるかもしれないから見てみる。どうなんだろう、そもそも空洞なのかこれは。よし、ちょっとよいしょ。いたいた、嘘でしょ、いたよやったびっくりした、マジでいた、初めて。全然いると思わなくて半信半疑で上げてみたら本当にいたいるんだねあー、ドキドキしたやっと食べれるサイズきました。やったぜ。よいしょ。合計4匹取れたんですけど、3匹はちっちゃいですね。穴釣りで釣ったやつはリリースしたいと思います。よいしょ。バイバイ。おー、いたいた。あー、そこにいるほら、穴探してる。穴に入ってけバイバイ。大きくなってよ。バイバイ。今回の戦利品は、はい、うなぎです。川で捕まえた天然うなぎ。スーパーで売ってるものは養殖が多いので貴重なんですよね。冬に脂が乗って美味しくなるんですが、今のこの時期スタミナをつけるにはとってもいい食材です。土用の丑の日もありますしね。ということで今回はこちらのうなぎを使って夏バテ防止になるような料理を作っていきます。釘のついた板があると便利です。顎のあたりに釘打ちする。ちなみに今このうなぎは仮死状態です。2日間泥抜きをしてさばく前2時間ぐらい冷凍しました。内臓を取り出します。骨を取っていきますね。すくい上げるような感じで2等分にして串を打っていきます。しないとちょっと焼きづらいんで、こんな感じです。くるんはい、焼いていきます。じゅわーよし、 OK です。醤油、みりん、酒、砂糖を入れて、焼いた骨を入れて、頭も入れます。火にかけます。これ前回うなぎ釣りの動画でコメント欄で何人かの方が教えてくださいました。うなぎのタレを作るときは骨を入れると美味しくなる。とろみが出てきたら完成。身も焼いていきます。ひっくり返します。美味しそうだ。わあ、香ばしいですね。タレが焦げる匂いがたまんないですよね。うわ、最高だ。よし、かば焼き完成。ちょっとちっちゃくなっちゃいましたけどね、身がね。一人で食べる分には十分です。串を外して食べやすい大きさに切ります。大葉、丸めて細かく切る。きゅうり、軽く塩を振ってよく揉む。長芋、皮を剥いて、全部剥くとね持ちにくくなるんで、ここ持ち手として使います。すりおろしておきます。
冷やしておきますね。酸化を遅らせることができる。火をつけて、お水につけておいたお米を炊いていきます。火が消えたら保冷バッグの中で蒸らします。卵を割ってほぐします。いきます。わあいい。これはね全然いいの。この卵は綺麗じゃなくていいの。別にいいのいいの、全然いいのこれは全然いいの焼き方は全然問題じゃないから。熱いからちょっと手で持てないんで持ってるふりしよう冷ましておきますね。どうかな。ほい、おいしそうボウルに取り出します。熱いうちにすし酢切るように混ぜる。空気を含ませるような感じです。冷めてきたら水気を切ったきゅうりと卵と大葉とごま混ぜちゃいます。器の中に入れまして、とろろかけまして、うなぎをのせていく。わさびと刻み海苔のせてちょっとだけ追いだれしてもいいと思います。できました。うなとろちらし完成です。ちらし寿司の上にとろろとうなぎのかば焼きをのせました。ふわふわのとろろとうなぎ、栄養満点の夏に食べたい一品です。きっと美味しいと思うんですけどね。味は食べてからのお楽しみです。今日は夏バテ防止料理をさらに2つ作っていきます。豚バラスライス3割引き玉木豚、三重県のブランド豚です。私大好き。玉ねぎ、人参、ニラ、食べやすい大きさに切る。キムチ、ご飯が進むくんおかわり。これは割と細かいからそのまま使ってもいいんですけど、切ってもいいと思います。キッチンバサミでね、まな板汚したくないんで、ごま油を熱して豚肉を入れます。塩コショウで軽く下味つけます。玉ねぎと人参を入れる。さっき作ったうなぎのタレ入れちゃいます。多めに作ったのはそのためなんだなあ。いい匂いする絶対美味しいよこれ。ニラ、キムチ、ここからはそんなに火を通しすぎなくてもいいです。器に盛り付ける。できました。余ったうなぎのタレを入れて作った豚キムチ炒め完成です。せっかくタレを作ったら何か他にもアレンジできないかなと思って夏らしい一品を作ってみました。お醤油とキムチのいい香りが食欲をそそります。ゴーヤー、綿を取ります。お砂糖、塩揉み込みます。お砂糖も一緒に入れることでね、だいぶ苦味が和らぎますからね。水分が出たらしっかり絞ります。ナス、こちらも薄くスライス。水にさらしてアク抜きをします。ボウルに移す。油を切ったツナ缶と全部入れちゃおう。全部ってそういうことじゃないポン酢、ごまを入れてよーく混ぜる。30分ほど冷やします。しっかり冷やしたら器に盛り付けます。上から鰹節を振りかける。できました。ゴーヤとナスのさっぱりあえ完成です。夏になるとこういうさっぱり料理が食べたくなりますよね。簡単だし私も大好きな一品です。すーちゃんうなぎ釣り頑張ったんだよ。すーちゃんも見てくれてたかな。食べてね。はい、完成しました美味しそう。豪華だよ今日も。まずは乾杯から。今回のお酒は伊勢門屋ビールさんのペールエール。これが美味しいんだよね。いろんな種類があるんですけど今回は緑色。お腹すいた。お腹鳴った今めっちゃお腹空いてるわ。はいちょっと泡があれですけどはい、お待たせしました。それでは皆さん乾杯。美味しい。はい、いただきます。やっぱりメインからいこうかな。うなとろからわさびをつけていただきます。ツンときた。あ
やっぱりとろろとうなぎは相性抜群です。うなぎは臭みもなし、身の弾力を感じますね。やっぱり美味しい。うまっ。とろろもいいですね。スルスルっと入ってく。ちょっと夏バテ気味で食欲ないなみたいな日もこれならさらっと食べれます。まあうなぎを調達してこないといけないけどこれはスタミナがつきますね。美味しい。タレも少し甘さ控えめです。骨を入れた味がどうかとかは、正直ちょっとなかなかね分かりづらいところはありますが、とっても美味しいですよ。青じそもいいわ。さらっといけます。豚キムチいきます。すっごくいい香りしてますよ。美味しすぎる。これめちゃくちゃ美味しい。何が良かったのかな。やっぱりうなぎのタレですかね。めっちゃ美味しい。もっと作ればよかったキムチの酸味とお野菜や豚の甘みとうなぎタレのコク、全部がまとまりいいです。今まで作った豚キムチの中で一番かも。それぐらい美味しい。ご飯食べたくなっちゃうキムチに火を通しすぎないことでみずみずしくてちゃんと風味がありますね。よし、ゴーヤとナス。これはまさに夏にぴったり。ちゃんと下処理したのでゴーヤの苦味もかなりマイルドになってます。夏の暑い日の朝とかに食べたいですね。美味しい。箸休め的にすごくいい。身がふわっとしてますね、うなぎも。もうなくなるこれはもうおいちぬこ。はい、ごちそうさまでした。今回はうなぎの穴釣り動画をお届けしました。穴に餌を入れて食いついた時に引っ張り合いになってギュースポンって抜ける感じがとっても楽しいですよね。日中にたくさんうなぎが釣れるという貴重な体験をすることができました。しかも最後の1匹、今日いただいたうなぎなんですけど、まさか本当にあんなところに隠れているとは半信半疑だったのでめちゃくちゃびっくりしました。障害物も探ってみるもんですね。すっごく楽しかったし、もう興奮したので、今後はガサガサとかでもああいう障害物の周りを探していきたいと思っています。またいろんな場所でチャレンジしていきますね。書籍の Amazon 予約たくさんの方にしていただき本当にありがとうございます。ただいま発売に向けてラストスパートで制作中ですので、もうしばらくお待ちください。そして今回は出版記念イベントのお知らせです。しかも、関東エリアでは初めてのリアルイベントとなります。内容はトークショー、記念撮影、大量期間ステッカーのプレゼントなど盛りだくさんです。さらに VIP チケットの方は楽屋訪問やアフタートークにもご招待します。申し込みは本日今からスタートです。詳しくは概要欄のリンクからチェックしてみてください。たくさんの方に来ていただきたいです。ご興味のある方はぜひよろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。